にちは。こんにちは。なにです。マニです。文法語へようこそ。はい、今日は日本語能力試験1級の文法です。テーマはこそすれ。じゃあ、こそすれはなぜ日本語能力試験に出るかというと、こそすれ、こそから、こそあれなどのこその使い方の違いがわからなきゃいけないから。まあ喋ってる時に絶対言わないってことはないから言う時もあるんだけど、基本的に書き言葉だよね、中心だと思うんだよね。でまあこそは知ってると思うけど、何かの強調の時に使う言葉でこそすれなんだけど、実は一回覚えちゃえばシンプルだと思う。例えば、じゃあどうぞ。はい例文で言うと、2つのセンテンスをくっつける言葉だから必ずセンテンス A とセンテンス B が出てくる。例えば感謝こそすれ恨むことはない、恨むことはありません、って言ったとすると、感謝はするけど、つまりセンテンス A のことはするけど、恨むことはしません、センテンス B はしませんっていうの、っていうその対比なんだよね。でも例えば感謝しないこそすれは言わない。しないこそすれは言わないね。なるほど。じゃあ絶対プラスでマイナス。ネガティブ。そう、そうだね。でどちらかというとこの文章の中で大事なのはセンテンス B の方なんだよね。だからその感謝をするっていうのは、することもあるよぐらいのちょっと軽い感じ。感謝はするよ、でも恨んでませんよ、恨みません。その B の方が大事なセンテンス。B のセンテンスを強調している文法。そう、みたいな感じかな。簡単な例で言うと、もし何が猫を飼ってて、でいつも何は猫のためにご飯を用意するんだけど、猫は何の料理がすごい嫌いなんで、いつも猫はちょっとトゥクトゥクって歩いてきてちょっと匂いを嗅ぐ、でも、食べない。こういう時になんで猫の劇場めっちゃうまいこれやったことあるないそしたらこういう時に言うのは、うちの猫は匂いを嗅ぎこそすれ食べることはない。だからこそすれが JLPT のテストで出てきた瞬間に、これセンテンスが2つあって、こそすれが真ん中にあって、1つ目のセンテンスはプラスのこと、で2個目のセンテンスはマイナスのこと、OK、 ありがとうございます。はい。感謝こそすれ恨むことはない。匂いを嗅ぎこそすれ食べることはない。会社に行きこそすれ真面目に働かない。